アンニョンパくんです。出会いって案外どこに転がってるかわからないものですよね。平凡な日常、朝7時、冷蔵庫を開けたらキムチが切れていた。そんな日にももしかしたら恋は始まるかもしれません。でも、まさかあの場所であんな形で出会うなんて誰が想像できますか？僕は韓国から来たただの理系大学院生。髪もボサボサで、白衣はサクサク臭くて、そんな僕がまさか東京のど真ん中で人生を変える人に出会えるなんて、なぜこんな奇跡が起きたのか。この動画では、1つ目、運命の出会い、2つ目、愛が生まれたデート、そして3つ目、彼女への告白、この3つの瞬間をリアルにお届けします。動画を見終わる頃には、こんな恋まだあるんだと思ってしまうかもしれません。それでは行きましょう。レッツゴー。はい。まず1つ目、運命の出会いというところですよね。で、僕が末期に出会えたのは、紹介を受けてでした。で、まずは北千住で会うことになって、その時あんま LINE の往復とかもしてなかったよね。とりあえず会うかって。そう。それは何かあったの？こんなすぐに会っても大丈夫かと思った？やばかったら逃げればいいから。逃げればいいんだ。確かに交換して2日3日後ぐらいには会ってた気がしますね。で、そこで出会ったのが北千住っていうところで、東京の足立区にある一番繁華街ですよね。北千住は行ったことあるっけ？いや、初めてだったかもしれない。初めて。だって末期は当時吉祥寺に住んでいました。吉祥寺はですね、西側の端っこレベルで、北千住は東北ですね。で1時間半ぐらいかかったよね。ありがとう来てくれた。それぐらいかけても会いたいなって思った。会いたいなと思った。なんか伝わったの？どういったものが？ LINE でやり取りした時にすでに楽しかったから。楽しかったの？はい。会ったらいっぱい話せるだろうなと思おお。楽しいにもいろんな楽しさがあるじゃん。どういった楽しさ？韓国人の知り合いもいなかったから、今はそんな感じじゃないけど、最初は韓国人なんだ面白そうで入ったかも。それで会うことになったんですね。僕が北千住について、西口に広場があります。そこで会うことにしていて、末期が先についてまして、僕西口の扉を開けて、左見たんですけど輝いていて、雨が降ってる夜7時でしたが、なんて表現すればいいんだ。雷したらその辺パシャってなるじゃないですか。左雷になってたんです。そして歩いていたらワンピースのマッキーさんがいたんですね。その時身長高いなと思ったの。ヒール履いてた。僕と誇張を入れてほぼ同じぐらいだったので、そこでマッキーさん話したようなんですよ。あります。なんか以前の動画でも言ったんですけど、もう小雨とかじゃなくてめちゃくちゃしっかり雨が降ってるのに傘を持ってなくて、その待ち合わせ場所からすぐ屋根のないところに出てお店に行こうとしてたから、出会って10秒30秒ぐらいで傘入れてみたいな。いくつかの要因はありますが、まず1つ目、僕も遠いところから行ってて、僕が出発した場所雨が降ってた、降ってなかったのが1つ目で、2つ目はどうせ北千住駅から店まで近いんで、いやいらんやろと思ってのが2つ目で、3つ目は、そりゃなんか交際とかも頭に入れてるんだったらね、早い段階で仲良くなっちゃっていいんじゃないですか。なんか悪くもないですよね。じゃあ最初から入れてっていうつもりだったんだ。駅降りた瞬間にはそうでした。でもそこで皆さん考えてみなさいよ。傘ないから傘買うってなって、で2人でこうやって距離離れて歩いていってたらね、戦略もあったかもしれないですね。でそこで、最初韓国料理屋に行きましたね。北千住の。美味しかったですか？美味しかった。サムギョプサル食べたっけ？韓国人留学生あるあるですが、1回目のデート韓国料理にしかちっていうのがありました。そんなもんです皆さん。それが一番ね、言い訳やるやつですよね。話のネタがねできるし、店でなんか話したよね、いろいろ。仕事何してんのとか、部活とかやってたのとか。で1軒目から結構仲良くなってた気がした。なんか思い出に残ってる内容とかあるでしょう。何話したかな。あんま覚えてないんだよね。でもなんか沈黙のタイミングがなくてずっと喋ってた。そうだね。僕はトーク得意ではなくて、YouTube だったら事前に準備ができるのでペラペラ喋れるんですが、リアルでその場でやるっていうのが苦手なんですね。でもマッキーさんは気が合うと言いますか、こういった観点で見ても合うなと思ってたんですね。僕一つ覚えてるのは話の中でこの前も話しましたが、グランピングの話が出たんですよ。グランピングっていうのはなんか山の中でキャンピングみたいなもんですが、宿泊が施設っぽいのがあるってことで、綺麗なキャンプみたいな。行こうねってなって、末期が仲良くなったら行こうねってなって、そういう壁を感じました。だって行こうねじゃあいつにするってなったらやばいじゃん。確かに付き合ってないのにお泊まりってことじゃん。
行こうねでもって言いたくて、でも傷つけたらダメだから今後にご期待くださいみたいなニュアンスで仲良くなって。なるほど。これは日本の方のお決まり言葉ですよね。そうだね。いいか悪いかの話じゃなくて、うんまあでもその日、うんドライブ行こうねまで行ったよね。でそれでもともとは2回目のデートがドライブだったつもりでした。あ、そうだ。楽しく喋って、まあ駅で別れたんですね。うんその日なんか悲しかったとか言ってたんですけど、悲しかった悲しかった。どんな悲しさ？オッケーオッケーオッケー、もう大丈夫です。喋って代わりに。僕が君の悲しさを喋るの、そうなんか旅行に行きます。あなたには大好きなチョコワンコがいます。チョコワンコを家に残さないといけません。玄関の前でチョコワンコと行ってくるねみたいな、そんな話だったんじゃない。で僕がチョコワンコっていう認識で、そうあーって感じ。はい、まあらしいです。っていうのがまあ一つ目のデートでした。はいまあこれが一番大事だから一番いっぱい話しました。で2回目がドライブデートだったんですけども、待てと、ドライブデートを2回目に使うのもったいないなって思いまして、2回目デート前に軽く会ってご飯行って映画見ようよってなってね、その時選んだのが新大久保と歌舞伎町のその映画館だって、その辺のなんか思い出とかあります？また雨が降ってたのにまた傘がなかったこと、なんかそればっかり覚えてる。なんか話の内容は全然覚えてないんだけど、ずるいなと思ったの。なんか2回目は絶対確信犯だなって思った。1回目はまあしょうがないと。でしょ。2回目なんでだっけな。2回目も似たような感じだった気がするんだけど、確かに別の言い訳やって、僕雨耐性がすごくてバイク乗ってるんですよ。そうするといつも雨にやられるわけなんですよね。だから別に小さい雨なんか降られてもいいかなっていうぐらいのイメージあって、だから舐めてるっていうのを言い訳って4番目の言い訳ですね。でも結局一緒に入れてって言うんだよね。結局一緒に入れて、結局良い方向に転がったので、嫌じゃないよ。嫌じゃないけど、まあ結果論っすね。でまあカフェ行って普通に話して、で映画館行ったね。覚えてるのはお兄ちゃんが話してくれた気もする。お兄ちゃんおられるんだって。お兄ちゃんがまあある地域に住まれていますが、僕がその地域と縁がある地域で、まあそれで盛り上がったっていうのを覚えてる。であと私は1個覚えてるのがあって、なんか新大久保から新宿の映画館行く時に歩いてて、で犬がいてチョコワンコが、犬かわいいとか言ったら、犬好きって言われて、好きって言ったら、パクは好きって言って、本当。でもパクって下の名前しか知らなくて、その時パクが名前って結びつかなくて、ってなってた、なんかっていうくだりがあった。LINE の名前が下の名前なんですが、姓が分からなかった。本名聞いてなかった。その時でもパクのことが好きって言われてスマートに返せなかった。誰みたいなパックンでしたね。その時初めてしたんですね。覚えてないんでしょ。覚えてない。言ったかもな。そこからパックンがつながって、今こうやってパックンの東大留学チャンネルやってると思いもしませんでしたね。っていうのがあり、映画見て、これ2番目の映画の話もあって、インサイドヘッドっていう映画でしたね。これですね、マッキーから「私実は1回見たんだけどもう1回見ていい?」って言われてそんなヒロヒロしてない別に僕見てないですし、僕も何とも思わないですけど、なんかすごく申し訳なさそうに「自分2回見ていい?」って言われてなんか謎のテンションで見た覚えもある。っていうのがあって、普通にね、歌舞伎町、僕歌舞伎町好きでして、歌舞伎町見て帰った気がしますね。2回目のデートの話ですね。3回目のデートの話、まあ日本ではよくある話だと思いますが、なんか3番目にねホームランを打つっていう打席がね、3回回ってきたら打たないといけないので、まあドライブしてちょうどいいじゃないですか、言い訳として。で3番目デートドライブ、ある程度ね、そういう気持ちじゃなかったですか？でも3回目だからあるかなとも思ったけど、その世の中の一般的なカップルは1デートして次に 1,2 週間後とかに会うとかじゃん。なんかしばらくさ、デート休息期間デートみたいな、じゃん。だけど私たちは1回目のデートして2日後にまたって、その2日後にまた3回目のデート感じだったから、なんか告白が来るには早すぎるかなってね。まあ確かに世の中いっぱいに比べると早いです、なくても別に変じゃないの。でも僕は行っていいかなと思いました。相性良いっていうのが分かったので、一緒にいると楽しいしとかで、ドライブで、お台場行きましたね。お台場で夜ご飯はいいところでお台場に海辺みたいなのありますね。で砂ありますよね。でそこに歩いてる時に
ふと思いました。ここでやんなかったらどこでやんのってタイミングずっと測ってたんですが、なんかどうしてもご飯食べた後だし、ここでボールが来るだろう、140キロのまっすぐ来るんだろうなと思って心構えてました。うん。そうするとね、うん僕も当然告るとかってエネルギーが必要なもんでして。で、まあそうやってもろもろ話しましたけど、何話して覚えてんの？覚えてない。僕も覚えてなくて、そういう時ってもう適当にたわいもない話そう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 。ばっかりするじゃないですか。ああ、海が綺麗なんだね。周りに人がいるね。みたいな話。なんかどっかのタイミングで、あ、これ来たなと思って、実は話したいことがあって、3番目はうんぬんとかはもういいわけなんですけれども、面白くね、やった方がいいからね。で、まあお願いしますって言って、いいのみたいなやり。そうなんか、はいお願いしますって来て、はい嬉しいですお願いしますとかじゃなくて、告白のスピーチの途中になんか日本では3番目にホームラン打つ決まりだからみたいなそういうことを言われたから、別にそこにこだわらなくていいんだよっていうのは思って、そこの確認をしたよねまず。まあいいわけです。でまあでもいいならいいか。ってことで、そこから今まで続いてきてるわけでございますね。まあほぼ1年経ってるくね。うん立ってる。去年の夏だったね。皆さん、去年の夏何されてましたか？ 8 月末頃。僕たちは、海辺で青春の一角を送っていたかもしれないですね。東京の大台場には、そうやってパク君っていう人がセリフを決めてました。皆さんいかがだったんですか？皆さんの場合は、送る時ってなんかどんな感じだったのか気になってるんですけれども、ぜひなんかコメント欄でもろもろ教えてください。僕とね、彼女の馴れ初めはそんなね、派手なものでもないし、映画みたいなもんでもないし、まあ、淡々と進んで淡々と恋愛始まった感じでした。で、まあその中で一番思ったのは、まあ僕もマッキーも、まあ韓国人とか日本人とかそういった感情はなかった気がして、まあただ人対人で、まあこの人はこういう感じで、僕はこういう感じで、その価値観がマッチしてるね、みたいな感じで付き合いました。付き合ってからもずっとそんな感じでお互い接していたような気がします。まあただ、環境とか教育とかっていうのがあるので、まあどうしてもその国の習性っていうのはところどころ現れ、可能性はあるかなっていうふうに思います。まあでもそれもうまくお互いカスタマイズしながら付き合いさせていただいております。この動画を見て、なんか日韓カップルってのは文化の違いで困りそうだなみたいな思っていらっしゃるかもしれないんですけども、まあ結局人対人で、皆さんが日本人、韓国人うんぬんであって、その目の前の人がどういう人で自分とはこれかどうか、まあ、それで決めればいいんじゃないかなというと僕は思っています。本日もろもろ今日ものろけ話して大変恐縮ですが、させていただきました。はい。では、また次の動画もお楽しみにしていただけると嬉しいです。では、いきます。ありがとうございました。パックンでした。バイバーイ。